皆さんこんにちは。 T5 ジャズレコーズの清水です。横浜ワイン会ポッドキャストオーディオ都市伝説の続編第3回をお送りいたします。前回は壁コンセントの話から電源で音が良くなるだけでなくご飯も美味しく食べてしまうとか、パソコンの処理性能が上がってしまうとか、本当なのかただの都市伝説なのか、また CD の構造や耐用年数、スーパーオーディオ CD といった話題まで、大変話が盛り上がってしまいました。もし今回初めてこのポッドキャストにアクセスされた方はぜひ第1回第2回もお聞きくださいね。今回お送りするのは前回同様レコーディングエンジニアの斉藤孝興さん、マネジメントの大谷智弘さん、そして T5 ジャズレコーズの私清水の3人でお送りいたします。前回同様いろいろ試行錯誤しながらのポッドキャストのため、ノイズなど音の悪い部分が大変多くなっております。いい音がどうのこうの言ってるくせにというお叱りの言葉が聞こえてきそうですが、私たちの笑い声に免じてどうかご容赦ください。ではオーディオ都市伝説第3回お聞きください。プレイヤーってどうなってるんだろうなと思っちゃうもんね。本当プレイヤーって、ユニバーサルプレイヤー、ユニバーサルプレイヤーであるか。ユニバーサルプレイヤー、僕の家そうですもん、ユニバーサル。そうなんですか。どこのユニバーサルプレイヤーなの？そっちのソニーの。ソニーのやつ。なんかさんがなんかこれすごいいいよって言ってて、で聞いたんですよ、視聴して、音が全然ダメででもこれトランスポーターにすればいいんじゃないかと思って、外付けのダック通してやったら、これめちゃめちゃいいわってなって、すごい安いんですよ。5キュッパぐらいで、SACD もいけるし、DVD オーディオもいけるし、CD ももちろんいけるし、であとネットワークオーディオ系みたいなのもいける。そんなのいける。もう結構本当にマルチでいけるから、これは結構プレイヤーとしては優秀かも今それ使ってる。なるほど。今も割とユニバーサルプレイヤーってあったり売れたりしてるんですかね。ソニーは出してんじゃないかな。だからそのブルーレイプレイヤーとしてどっちかっていうとブルーレイプレイヤーね。だけどスペック見ると SSCD もかかるんです。SSCD も多分そこを使ってる人はものすごい少ないと思います全然話変わっちゃったけど、アース線の話とかね。どうなんですか、アース線って。アースでものすごいこと変わるらしいですよやっぱそうなんですか。もちろんです。アース線もうあとなんかいろいろあったよ。なんか一時期そういう本をねダーって読んでたんですよね。ちょうどでももう全部忘れちゃったなんか CD を冷やすと、凍らせると、なんか音が良くなる。何それ。またすごい伝説が。本当にそれすごいな。凍らせる。すごいでしょ。やってみようかな今度。でも絶対良くないですよね。割れそうだよね。良くないです。中のアルミが。だって大きさ変わっちゃいそうだもんね。なんかね、大きさ違うし。あと曇りますもんね絶対ね。そうだよね。ピーター・ガブリエルのソーっていうのがあるじゃないですか、一番売れたやつ。あれのなんかデラックスボックスみたいなのを前買ったんですよ。出てたからおっと思って。でレコーディング当時の写真とかもいっぱい入ってて、そしたらなんかものすごいこう農場みたいなところのすごいだだっ広いところをスタジオみたいにこう改造して使ってんですよね。それの発展系がそのリアルワールドスタジオ。多分それをそのまま買ってスタジオにしちゃったんじゃないかな。そうなのかな。だってドラムブースとか下になんと川があってアヒルが泳いでるって言ってましたよ。マジでじゃあスタジオがそうなのかな、もしかして。ちょっともう一回でもそう俺レコーディングしたのリアルワールドじゃなかった。その後じゃなかったかな、できたの忘れちゃった。でもね、そうなんかそのブックレットには英語でなんか
そのすごい田舎に行って、もうひたすらこもってそこでとにかく制作に没頭したみたいな感じで書いてある。いろんな機材をブワーッと持ち込んでね。はいはいはい。割と海外はねやる人少なくないですよね。だからダニエル・ラノアなんかも機材持ち込みで自分のスタジオどっかで作っちゃって必ずやる人だったからね、ホテルでももちろんそういう家でも割と自分の機材とか自分の気に入ったものを持ち歩いてそういう環境をその場で作ってやる人だったんで、そう考えるとあんだけお金使ってスタジオ作るってどういうことなのかなとかいろいろ思ったりいや特にねこんななんかコロナ騒ぎで今言われてる中ではむしろそういう方が良かったりしてみたいなね、田舎の広いところでね。あんまりそういうでも発想って、特に日本はない東京一都市集中ですからね、僕も5年ぐらい前にある日ふとですけどね家からキャニオンのスタジオに向かう途中に大体こんなごちゃごちゃして土地の高そうなところにどうしてこんな儲からないレコーディングスタジオと音楽業界の人が集まってリズム取んなきゃいけないんだろう。なんかもう郊外行きたいなとか思いましたけどね郊外にスタジオ作ってくんないかな作りたいなと思ったけどあそこはね細いね道も、で狭いスタジオでさみんながごしょごしょって集まってなんかもうギターケースの置き場もないようなとこでさなんかなもう断然理にかなってないななんてね思う。芸能界はしょうがないけどさ昔アーブでやった軽井沢のスタジオめっちゃ良かった。ウッドストック？ウッドストック、あれもお金めっちゃかかってますからね。あれもうないんですかねあそこは。あるのかな。俺最後に行ったのは温泉に行く前に車ツイートされた時だからあれ何年だっけ2008年ぐらい。何年ですかね。森山直太朗2008年とかじゃないかな、2008年か9年かツイートされた、10年以上お姉ちゃんに携帯見ながら運転してもうでも温泉入って帰ったんですけどねそれでもそういや時間的にはそろそろ十分な感じだと思うんですけどちょっと最後にというか本当は最初に入れたいんですけど皆さんのこれっていうリファレンスにしてるような作品を来た俺絶対それ来ると思ったんだだってそれ言ったらやっぱりオーディオ都市伝説を語る上でこの人は何をリファレンスにしてそういう話を語ってるんだろうって来たこれがなかなかね難しい問題なんだよね。なるほどね。きっと気になるね。それね自分が例えばオーディオをチェックするときにやっぱ僕はこの CD じゃないとこのレコードじゃないないんですよねそれがそういろいろ時のものはかけますけど、自分のやったのかけたりするの？かけます、もちろん小野間君のね作ったのがね、一番音も分かるしそうなんですよね。あとは作品によってねいろんなバランスあるから、いろんな楽器ねどんな音を聞くかにもよりますから、そうですよね。僕だから割と聞くのはこれ僕ねあれなんですよね聞くのね大体決まってるんですよ。あれパッド・メセニーの2枚とあとね、あとダイアナ・クラウルでしょ。意外嘘。あとイーグルスのロングラン。いいですね。あとねうちのオーディオで聞くあとねアデルのアデル聞きますね僕も。21の1曲目と4曲目かな。曲までしてる。そう。あと何だったっけな。そんなもんあとジョンスコのあれ赤ちゃんが映ってるやつ。赤ちゃんタイトル全然分かんない。赤ちゃんが窒息しそうなジャケットのやつ。なんだっけウーバーなんとか2ってやつっていう人がやってる。ウーバージャムドゥっていうの。そうドゥ2じゃない。初めて知った。ウーバージャムドゥ。これ知らなかった。でもジャケット見たことあるかも。2ってやつですね。そうあとクリッシーっていうマンドリンビギがやってるやつのバッハやってるやつバッハをソロでやってるやつとトリオでやってるのがあるんですよ。バンド名忘れちゃった。ドリフトラインっていうドリフトラインだったっけなタイトル。一応いっぱいあるんですけどね。いっぱいありますね。ありますね。これって絞ったらどうですか。どうでしょうね。これって絞らでもね必ず
でもだからあれですね。もうどれも全部必ずオールラウンドでチェックする。そうっす。なんていうんですか、スタジオに行って、じゃあこれ聴きましょうっていう時には絶対弾かないのは、パッドメセニーとジョンスコはかけないですね。それ聞かないんだね。あれはね、家でオーディオ調整する時に音情を聞きたいのに弾くんだよな。そう。それは聞かない。まあロックの現場行ってダイアナ・クラール聞くこともないですね。そうだ。あとはもう正直言って僕の立場から言うと、まあいろんな立場があるんですけど、いわゆるその制作者として入るときはやっぱり自分の作ってほしい、なんていうんだろう、音っていうか音情みたいのがあるんで、音はもう音ってミュージシャンが出すもんだからあんまりそんなに僕としてはあんまこだわりがないんだけど、音情みたいなものとかっていうのはやっぱあるんで、それを持っていくんでね、なかなかリファレンスって言われると困るっちゃ困る時もあるんで、例えばこれは斎藤がやったらこういうのみたいにしたいなっていう時は斎藤のやったココプロだとか昔の音源も含めて持っていくし、まあまあそうですね。やっぱりそういうことで聞いちゃうんで、現場でそうこうっていうのはないんだけど、音の好みというかね、家でこうスピーカー調整しようかなとか、機材入れ替えたなとかインスレーターのやつなっていうのは今までのやつをなんとなく気分に合わせていく。どれも聞くですね。アナログ版とかであんまり聞かないんだよな、そういえば。アナログ版では確かに聞かないですね。僕もアナログ版でリファレンスでってあんまりやらないですね。アナログはもう純粋にこう聞いて盛り上がってるだけっていう深いことを追求しかもアナログ版で調整するの難しいですよね。難しい。大体このうちの中古の古いアナログプレイヤーが一体どこまできちんと再生してるんだろうなとか思いながら、まあそこまでそんなアナログ版の調整ってすごい追い込むの大変みたいじゃないですか、話聞いてると。やれ角度だとか振圧も、まあじゃあカートに自動するんだ、ああだこうだっつって、一回あるオーディオファイルの人に「どうしてんですか?」って聞いたら「おおらかに楽しむことにしてる」って俺もそれは正しい。俺もおおらかに楽しむことにしよう。でも確かにそういう意味では僕もフォノイコを買ったらすっごいやっぱ音変わって面白かったですね。そうですよね。まあそんな高くないやつなんだけど、やっぱりね、アンプ内蔵のフォノイコはやっぱりそんな大した高いないですよね。確かにそれありますよね。どうなのリファレンス。エンジニアで考えるとやっぱりやるそのプログラムによってかなり差があるんで、いろんなものかけるよね。聞き回りですね。個人的に自宅のオーディオで聞くとしてなんだろうな、最近聞いてんのでもブルーノ・マーズとか聞いちゃいますね。ブルーノ・マーズね。24K マジックとかね、なんだろうね、まあコールドプレイ聞いたり、好きな音楽聞いちゃいますね。好きな音楽聞くよね。まあそうですね。まあスタジオで自分のやつやったののリファレンスっていうとやっぱり清水さんとやったね、小沼君はかけますね。どれですか？1、2、3。3、2、1。3、2、1か。失礼しました。まああれはいいですよ。本当に。まあ贅沢なレコーディングでしたし。アナログマルチ使って。そうだよ。あれ贅沢なレコーディングやってるですから。アナログですよね。あれさ、アナログマシンだもんね。だってマスタリングも2箇所でやってるしね。あの時ブッキングの担当してってくれた花田さんって。いや久々にテープ使ったそうですよね。もうほとんどなくなってた時期でしたからね。そうだよね。そうだ、貴重だな。しかもミックスから DSD っていうね。そうなんですよ。もうやりたい放題な感じ。そうだったよね。いや僕はねあれなんですよ。やっぱ変わらずスティーリー・ダンのエイジャンなんですよ。エイジャンね。なるほどね。いまだに。そっか。エイジャン聞きますね。あれよりなんかこれって思うのはないんだよな。スティーリー・ダンも変わんないですね。でもね、マイアルバム音がいいですよね。確かに。ただその次のガウチョいいんだけど、なんかねエイジャーぐらいの方がいいんですよね。なんかもっとさらに突き詰めた感じがガウチョの方があるんですけど、なんかもう突き詰めすぎちゃってなんかなるほど。ちょっとエイジャーぐらいでいいんじゃないみたいな感じが僕はしていて。リファレンスって聞かれると結構緊張しますね。昔一時ね僕でもビル・エヴァンスの
ワルツ4でも結構リファレンスしてたんですよ、そうなんだ。ライブのね拍手の音がちゃんと拍手の音で聞こえるから、なるほどね。それ割とあれですね、オーディオファイルの正統派ですね。そうだってサザエさんとか話してると、これ今日なんでこれなんですかって取材とかでなんか聞きに行った時に外にね、なんだっけ、誰のライブだってこれ有名なんですけど、地下鉄の音が聞こえるから低音が再生してるかどうかわかんないよねとか、ビレッジヴァンガードがなんだから。なるほどね。あれね、そう聞こえちゃうやつね。それで調整の仕方がわかるんだとか話してるからさ、なるほど、そういうことか、聞こえないうちとか思いながらさ、すごい世界ですね。今それを思い出して、今のスピーカーでそれ聞いたことねえなとか思ったんだけど、楽しいな。そういうのを聞くとね、うわすげえなと思うんだけど面白いなとも思うし、まあ、一応こういう仕事してるから、レファレンスって言われた時に怖いなと思うんだよね。で割とさらにこう本読んじゃってるから、どんな人がこういうの出すって大体分かってて、なんていうのかな、なんかビートルズが好きですみたいな、そういう定番音楽ファンが言う定番みたいなものが大体あって、それ出さないとダメなのかなとかね考えるんですけど、あんまり全然聞かない。いやビートルズじゃなくて、ビートルズはそこから出てこないんだけど、ビートルズが出てきたことはないね、オーディオファイルの中でね。なさそうですね。まあ、あんだけピンポンとかいろいろしてて、昔のだしね、大体からしても当初はものだし、もともとロックがあんま出てこないっていうのもあるのか。そうですね。難しいっていうか、あんま気にしないっていう。じゃあ無人島の一枚だった。出た。よくある。無人島の一枚。出た、無人島の一枚。無人島の一枚何持ってくるんでしょうね。全然わかんないですけどね。もうあなたは一生涯これしか聞けませんってなったら。そこにはビートルズ入りますね。あ、一枚か。一枚です一枚。ね、あんまり細かいことは考えずに無人島オーディオ聞けんのかっていう話。何持ってくるんでしょうね。分かんないな。もしかしたらこう聞く媒体にもよるかもしれないですよね。ラジカセだったらこれかなみたいな、ちゃんとしたオーディオだったらこれだけどみたいな。無人島一番ベスト版じゃないの持ってくるのとか言って。ね、そういやそうなりがちですよ。だってさ、ビートルズの初期とか赤版版でいいじゃないですか。赤版版ね。そうだって初期のやつとかだと短すぎるじゃんだってとか言ってもったいなくない1枚しか持っていけないのにとか言って、2枚組じゃいけないのか。いいのか。2枚組でもだって1作品ね、1作品ってことでね。まあそれ言い出すとね、ボックスセットって言うんじゃないかね。じゃあオリジナルアルバムでフリージャズとか言う人いるのかな。いるかもしれない。すごいですよね。ドメテニのゼロトレランスって言ったらそうですよ。すごいと思うな。ひたすらグイーン。ニール・ヤングがずっとノイズ出してるだけのやつとかね。あれもルーリードもあるけど、そんなの持ってく人いるのかな。1枚って決められないんだよね。じゃあそれはこう次のポッドキャストまでのそうですね宿題にしましょうか。今すぐ決められない。無人島1枚ってね、無人島10枚ぐらいでしょ。5枚とかね。いや無人島っぽいのがいいな。やっぱ持ってくなら。なんかアビーロードだとさ、アビーロードだとなんかちょっと、ジャック・ジョンソン。なんかアビーロードだとちょっとロックっぽすぎて、なんか無人島ってイメージとちょっと違うなって今一瞬思ったんだけどね。ちょっとエンジョイに始めそのシチュエーションにもよるかもしれないですね。もっと軽い感じの方がいいよなとか。じゃあ火星に一人で飛ばされてね、それでね。火星に飛ばされたって言われたらまた全然話が違うね。もっとスペーシーなものを想像するかもしれない。やっぱりそうなっちゃいますよ。やっぱりこう聞く環境によるんですかね。北極に無人島は北極ですとか南極大陸ですっていうのとまたちょっと違う。ハワイですとか、ハワイっていうか例えば南の島ですとかいうのと全然持ってくもの違うんじゃないですかね。確かにそうかも。いやこれはこれでまた深い議論に終わんないですね。また今度にしましょう。それはそれ地球儀かなんかにピャッとこう投げてさ、刺さったところはいここに一人で行ったら何持ってくのみたいな近いものがあります。それ面白いです。だってそうですよね。だって車で乗ってたって東北行くのと江ノ島行くので持ってく CD 違いそうだもんね。違います。東北行くときサザンオールスターズ弾かなそうだもんね。茅ヶ崎だったら弾くかもしれないけど。そうですよね。そうだからあれなんだよな。なんか昔そのニューヨークに仕事で出張行った時に街の中でビリー・ジョエル流れてきた時に、やっぱこういうこの音楽はこういうところで聴く音楽なんだってすごい思った記憶はありますね。
やっぱ日本で聞くのと全然違って聞こえるんですよ、不思議なことに。ああそうですよね。その空気感というかなんというか。初めてロンドンに行った時に最新の歌タクシーでかかったのが、イーグルスの Take It Easy だったんですよ。ロンドンに来ていきなり最初に聞くのがイーグルスの Take It Easy でいいのかなと思ったけど、日本ではじゃあなんでそう思わないんだよいいじゃねえか別にイギリスでイーグルスが勝ったっていいじゃねえか。でもなんかその時すごい不思議な気分になりましたね。僕初めての時にその夜もちょうどねパブの営業が24時までって切られた時で、24時になるとみんなが歌って終わるんだよねパブ。なんかその時今は知らないですけど、そしたらね最後に歌ってたのがアメリカンパイだったんだよね。なんでアメリカンパイなんだろうって思ったんだけど、別にいいじゃんっていうね。日本でだって歌ってるかもしれないじゃんよと思ったけど、その時の違和感すごかったです。あれみたいな。あれロンドンって随分アメリカンにされてるなって顔は。まあそうですよね。そうそう、イギリスじゃねえんだみたいな。だっていろんなね、この間のクイーンのボヘミアン・ラプソディ見ててもそうですし、エルトン・ジョン見ててもそうだし、みんなやっぱ目指してるのはアメリカですもんね。結局そうですよね。イギリスのミュージシャンも目指してる。まあ結局そういうことありますよね。だってアメリカを制覇したってことがサクセスの終着点みたいなとこあるもんね。そうなんですよね。じゃあまた次の課題ということで。わかりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これネタになるかな。いやー、そういいんですよ。皆様、ポッドキャストお楽しみいただけましたでしょうか。次回は新たなテーマでお送りしたいと思います。どんなテーマになるかは聞いてからのお楽しみ。T5 ジャズレコーズがお送りしました。